ただで自分にぴったりのロードバイクにしたいなら試してほしい5つのカスタム、今回もやっていきたいと思います。自分にぴったり合ったロードバイクにする方法っていうのは、フィッティングが一番手っ取り早いんですけども、いい値段しちゃうんですよね。数万円しちゃいます。予算があればぜひぜひ試してほしい、やってほしいんですけども、まずはちょっと自分でやってみようかなっていう人のためにですね、今回5つ用意してましたので、ぜひ参考にしてみてください。興味があったら試してみてください。まず1つ目、クリートの調整してみてください。これはタダでできます。ロードバイクシューズ使っている人、こういうですね、SPD、SL とか、これだったらスピードプレイなんですけども、こっちに関しては SPD ですね。旅とかよくする人は、こういうものを使っている人いると思います。クランクブラザーズとかいろいろありますけども、クリートの調整をしてみてください。結構これですね、適当にやってる人意外に多いです。自分の足の位置に合ったですね、場所にしっかりと移動することで、快適に走ることができます。一番やっぱ踏める位置っていうのは基本的にはこの辺と言われてます。これが足だとしてね。この辺りがやっぱりグッとこうね、踏む時に力が入りやすい位置と言われておりますので、この辺りにしっかりとですね、クリートがバシッとくるように少し位置を調整してるといいと思います。縦の位置ですね。そして横の位置ですね。自分のこの骨盤ですね。簡単に言うならば、お尻が大きい人もいればお尻が小さい人、細い人、いろいろいると思います。自分の、足の幅が結構広めの人はですね、ここの位置をですね、少々内側に持っていくといいと思います。SPD であればこっち側、内側に持っていく。そうすることでクリートがカチャンとはまった時にちょっと内側にはまります。なので、今までなんとなく真ん中につけてた人、もちろんね、真ん中で大正解のパターンがほとんどだと思うんですけども、かなりガタイがいい人なんかは、骨盤も結構大きいので、クリートの位置を内側にすることで、まっすぐ自分の骨盤に対して足が来るようにすることができますので、意外にね、みんな気にするのはこの前後の位置なんですけども、横の位置もね、ちょっと気にしていじってみると、自分にぴったりの漕ぎやすい、回しやすいポジションが見つかると思いますので、ぜひ試してほしいですね。ということで、続きまして、ステムね、ロードバイクステムね、ついてるじゃないですか。あれね、ひっくり返してみてください。結構変わります。ロードバイクのステムっていうのはですね、角度がついてるんですよね。6度とか7度とか。そういうのはですね、ひっくり返すことによってポジションが結構変わってきます。ハンドルを外して、ステムをひっくり返して、もう一回ハンドルをつけるといった簡単な作業でですね、ガラッとポジションを変えることができます。これ自分こっちの方がいいわっていう、新たな発見が出てくるかもしれません。前傾が最近しんどいんだよねという人はですね、ステムをひっくり返すことによって若干アップライドになるパターンがありますので、こっちの方が快適ってね、なることもありますので、ぜひ、ステムをひっくり返す、ただでできる簡単なことですので、試してみてほしいですね。そしてですね、サドルの前後ですね、他の動画でもですね、お話ししたんですけども、サドルの前後位置、ぜひ変えてみてください。今までね、後ろ乗りだった人、ちょっとね、真ん中とか、ちょっと前乗りにするためにサドルを少し前に、このサドルを前後させるだけで結構使ってくる筋肉が微妙に変わってくるので、いろいろ試してみると自分に合ったポジション見つかると思います。サドルってメモリがポン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 ってついてるものが結構多いので、1メモリずつちょっとね、変えてみるとか、いろいろ試してみると、なんかこのポジションちょうどいいっていうのが見つかると思いますので、ぜひ試してほしいですね。ブレーキの引き代を変えてみるのもおすすめでございます。僕なんかは結構ですね、カツンと遊びがあんまりないのが僕は実は結構好きなんですけども、遊びがね、結構あって初めてブレーキが効くのが好きみたいな人も結構いると思います。その辺ってね、試してみないと分かんないので、ぜひね、機会があれば試してみてほしいですね。ブレーキレバーじゃないですか。このブレーキレバーのタッチの感覚っていうのは結構こだわると玄人感が出ますし、自分の好きな、フィーリング見つかると思いますので、ちょっとね、試してみてもらえればなと思います。続きまして、ハンドルバーのね、角度を変えるですね。ハンドルって基本フラットがベースだと思います。ただ、
ハンドルバーをちょっと気持ち上げることで、ポジションがちょっとね、ブラケット持った時に気持ち上がるので、アップライトな姿勢になって楽になる可能性があります。下に下げるっていうのはね、あんまりないんですけども、ちょっと気持ち上げるっていうのはね、たまに見ますので、前傾しんどいんだよねって人はね、試してみてもいいかもしれません。まあ、基本的にはハンドルっていうのは、ハンドルの先っちょですね、エンドのところが、こう、水平になるのがね、結構基本にはなるんですけども、ちょっと上げる分にはいいんじゃないかなと僕は思ってます。あまりにもね、上げすぎたり下げすぎたりするのはあまり良くないんですけども、ハンドルの角度を変えたり、あとブラケットの位置もですね、微妙にちょっと前の方にしてあげるとか、ちょっと調整してあげるとですね、ポジション結構変わってくるので、いろいろ試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。ということで、今回はタダで自分にぴったりのロードバイクにしたいなら試してほしい5つのカスタム事例をね、ご紹介させていただきました。ロードバイクって結構高いし、パーツもね、買ったりするのは高いんですけども、ただでいじれる部分はたくさんあるので、まずはいろいろ試してみたいなっていう人はですね、今言ったカスタムを試してみると、自分に合ったポジション、自分の好みを見つかるきっかけになると思いますので、はい。いろいろチャレンジしてもらえればなと思います。もしもね、この動画がためになったという方は、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ今回の動画は以上です。